どうもー、こんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。格闘マシーン、黒沢弘樹。言わずもがな、第16回全日本空手道選手権大会において、初出場、初優勝、最年少的。凄まじい金字塔を来た。その後の大会においても圧倒的な存在感を放ち、その名を轟かせた空手家です。しかし、国内の大会においては、第18回大会を契機になかなか活躍する機会に恵まれず、そのため、ある種皮肉な結果を生んでしまったとも言えます。その時代、三強と呼ばれた空手家がいました。その黒沢弘樹、そして城西の爆撃機、後に無冠の帝王と呼ばれる増田明を加え、さらにもう一人の空手家によってその称号は構成されていたといいます。松井明義、若干17歳にして全日本大会初出場ベスト4入賞を果たし、その後常に安定した力で上位進出、結果2連覇を果たし、世界大会も3位、そして優勝を果たした風雲児。そんな2人がただ一度激突した大会、それこそが黒沢弘樹が優勝した翌年に行われた第17回全日本空手道選手権大会でした。その大会、黒沢弘樹はまさに無人の野を行くような勝ち上がり方を見せていました。1回戦、全選手を相手にラフファイトにさらされながらも左ローキック一発で崩し、相手のミドルの連打の中放たれた下突きで技あり、次の左下突きからの右上段回し蹴りで技あり、合わせ一本。対する松井明義の1回戦は後の20回大会でその黒沢弘樹を破る吉岡選手を相手にいきなり足払いで崩し、さらに下段後ろ回し蹴り、下突きを効かせての後ろ回し蹴り、奥足下段前蹴りを効かせての貫禄勝ちを決めます。2回戦、黒沢弘樹は開始早々から左右の下段回し蹴りで追い立て、ひっくり返し、そして技あり、あっという間の合わせ一本勝ちを奪ってしまいます。対する松井明義は自らよりもかなり身長が高い相手に後ろ回し蹴りを放ち、上段回し蹴りを連打、そこからの足掛け下段突きで技あり、その後も何度もひっくり返し、よく言われる、語られる華麗なる組み手というものを見せつけました。3回戦、黒沢弘樹はやはり第20回大会で増田明を破る高橋選手と真正面のどつき合いからの下段回し蹴りの打ち合いを披露し、徐々にその奥足下段の威力を発揮させ、その粘り根性に打ち勝ちます。対する松井明義は中段下段回し蹴りのコンビネーションで崩し、パンチで押し出し、上段や足払いなしでの隙のなさを見せつけます。4回戦は黒沢弘樹、開始早々から一気呵成に攻め立て、相手の下突きの連打はその身で受ける、逆に自らの下突きをみぞおちにめり込ませ、ここから左、右、左下段、そして相手が足を上げたタイミングを狙っての下段回し蹴りで完璧なる一本勝ち。対する松井明義はここで157センチ60キロという女性と見まごうばかりの小柄な体格ながら、その鮮やかな技巧、鉄拳のごとき下突きで勝ち上がってきた酒井貞夫に大苦戦。その騒ぎ、間合いを崩せず、互いは最延長までもつれる。そこで大山正による審判総入れ替えが行われ、白票を踏むがごとき接戦を制することになります。準々決勝、
黒沢弘樹は開始直後とも言える左下段の連打でなんと驚きの膝を打っての技。追撃の右下段回し蹴りでわずか1分6秒での合わせ一本勝ちという衝撃。対する松屋清はやはり左前蹴りからの足払いで早々に転がし、後ろ回し蹴りから一気に前を詰めての左下段回し蹴りで技。その後も力強いパンチで押して押して押しまくり圧倒。準決勝、黒沢弘樹はここでブラジルのジェームス北村を全く寄せ付けず、ブラジリアンキックなどをもらいながらも1分12秒下段回し蹴りでの合わせ一本勝ち。まさかの2試合連続。しかも準々決勝準決勝という上位での戦いでの1分少々での勝利。対する松屋清はある種宿命のライバルともいえる増田明と激突し、城西の爆撃機の凄まじい下段回し蹴りの連打にさらされながらも必死すね受けで耐えて本戦をこらえ、延長粘り体重試しあり判定の同数を超えて、そこで左の内股の連打、後ろ回し蹴りを顔面に当て前蹴り、手を使って増田明にラッシュを許さず、これまだ白票を踏む接戦を制することになりました。ここまでを見るのならば一本勝ちの数、勢い、消耗度、ダメージ、そして前回大会優勝ということを踏まえて、正直なところ黒沢弘樹の方が有利のように見えなくもありません。果たして戦いはやはり黒沢弘樹が火蓋を切る左内股、そこでラッシュをかけようとするところを松井明義の内股が止める。やはり黒沢弘樹は左の下段、それを松井明義がすね受けで丁寧にさばこうとします。そして左の内股、蹴り出し蹴り終わりの突きが最も少ない技で、相手の膝付近の筋肉がつきづらいところを狙う。間合い、外の下段回し蹴りと内の下段回し蹴りだとわずかにその射程距離が異なります。松井明義はこの試合、その間合いを制することに全神経を注いでいるかのようでした。黒沢弘樹はすね受けされようがそれごと砕くという気概が見られるように下段回し蹴りを叩き込んでいきます。それに松井明義は右の内股で崩す。あえてこう表したいと思います。砕きと崩し、そして線と5。さすがに黒沢弘樹の奥足下段は強烈です。松井明義は必死にこらえます。膝を砕く黒沢弘樹の下段ですが、松井明義は微妙にヒットポイントをずらしてそれを受け流しているようでした。そして下段に内股下段を合わせるという妙技を見せつける。延長、松井明義が内股に加えて外、さらに左上段回し、黒沢弘樹が前に出てぴったりその分下がってしっかりその突進を受け止める。そして内股、強烈な胸への突き。黒沢弘樹の表情が歪む。黒沢弘樹は愚直に前に出る。それを松井明義が必死になす。後ろ回し蹴りがこめかみをかすめる。内股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 がついにその威力を発揮し、ラスト20秒、黒沢弘樹がひるんだそこを狙い、松井明義がラッシュを敢行。黒沢弘樹もすぐさま体重を前にかけて応戦しますが、間合いやタイミングをつかまない、体重が乗せられず、逆に相手の攻撃は全て体重が乗せられ、最後の最後、ほんのわずかにだが押し込まれたような印象となりました。それが決定だとなり、第17回全日本大会の優勝者となったのは松井明義でした。これはまさに破壊力、打たれ強さ、そういったものが重要なのは当然のことながら、それが切迫した者同士となると間合い、そして呼吸、それらが最後の最後勝負を左右する。
そういったことを教えてくれる名勝負だったと言えるでしょう。私はこれからも強豪中の強豪、歴史を作った者同士の名勝負、それを解析し皆様に紹介させていただきたいと思います。ですのでぜひ高評価、コメントのよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。